かつてシリアとイラクにまたがる広大な地域を支配し、世界を恐怖に陥れたテロ組織イスラム国。今回はそのイスラム国がかつてイラク側の首都としていた町モスルを訪れます。どうも皆さんこんにちは、原カンタです。現在はイラク北部のクルド自治区ドホークという町に滞在しています。かつてイスラム国がイラクを支配していた時代、イラク側の首都とされた町があります。それがイラク第2の都市モスルです。今回私はそのモスルへ向かいます。戦争の記憶が刻まれた土地に今どのような日常が広がっているのか、移動の過程を通じてかつて激しい戦闘が繰り広げられたモスルの今を見ていきましょう。ぜひ最後までご覧ください。今はですね、ドホーク近郊の高い山の上にですね、登ってきました。私の後ろにですね、すごいいい景色が広がってるんですけれども、向こうの方にですね、青い湖があるのがわかるかなというふうに思います。あれがモスルダムなんですけれども、あれの向こう側がですね、もうモスルの街になります。今はですね、イスラム国の支配から解放されましたけれども、かつてイスラム国がイラクの首都としてモスルを支配していた時はですね、モスルに関してはもう地獄のような状況が広がっていて、ちょっとこう数十キロこっち側に来たクルド人自治区に関しては天国のように治安が非常に良かったと。本当にそのモスルダムを境にというか、もう本当向こう側とこっち側でもう天と地の差のような状況が広がっていたそうです。ドホークからモスルに向かう道のりでも、先日のアンバール県に行った時と同じように検問所とか、そういうチェックポイントたくさんあるんですか？たくさんってほどじゃないですけど、クルド側とニナワ県に入ったモスル側の方でありますね。2個です。はい。その検問所があるのはなぜなんですか？やっぱりセキュリティなんですけど、通常すごい平和の時だったらここまでする必要はないのかもしれないけど、やっぱりまだ復興途中だし、いろんな可能性というかをはらんでいますので、入ってくる人たちを管理する。それはイラク政府側もクルド側もクルド自治政府側もそれ両方で管理しているという感じですね。検問所っていうのはちょっと面倒な出来事が起きることがっていうのもあるんですかね？そうですね。ニナワ側でモスル側の検問所では割とちょっと若干時間がかかる。いつもだいたいビザのチェックなんですけど、1回必ず車を降りてっていう形になるパターンが毎回ですね。でそこでそのモスルで何をするのかとか、それから NGO の団体のことを聞かれたりとか、活動内容を聞かれたりとか、そういう感じです。やっぱり外国人が珍しいからっていうのもありますかね？そうですね。今日はちょっと時間かかるかもしれないですけど、いろいろそのモスルへのルートっていうのはここだけじゃなくて、アルビルから入るルートもありますので、アルビル側からよりもこっち側の方が多分旅行者の人はアルビルから入ることが多い。で私たちは距離的にドホークの方が近いし、1時間もしないで行けちゃうから、そんなにだから観光客はここ通らないっていうのもあるので、若干ちょっと時間かかるかもしれないです。レッツシーですね。ドホークの中心街を出発してから10分ほど運転してきました。街中のね、高いビルとかは全部なくなって、少しですね開けた場所にやってきました。だんだんとね遠くの方も見えるようになってきましたね。時間帯がね今夕方の6時40分ぐらいです。撮影してるのが5月の下旬なんですけれども、今ね日が沈むのはだいたい夜の7時過ぎぐらいかな。はい、ということで、一番ね撮影をするにはすごいね綺麗に景色が見える時間帯に撮影しているんで、このね移動の景色、このクルド人自治区の、景色もですね皆さんに楽しんでいただきながら進んでいければなというふうに思います。ちなみに今あそこではためいているのがあれかな、クルド人自治区の旗ですね。はい、引き続きこのままですね、あと、1時間弱走ってイラク第2の都市、そしてかつてイスラム国に支配を受けていたモスルに進んでいきます。イスラム国の支配を受けていたモスルがアメリカ軍やイラク軍が主導した多国籍軍によって奪還された作戦、いわゆるモスル奪還作戦はですね、2011
2006年の10月から2017年の7月にかけて9ヶ月間にわたって続きましたけれども、当時私はですね、大学の3年生から4年生でまさにリアルタイムでそのニュースを見ていました。イスラム国からモスルを奪還する、そのために空爆をたくさん行ったりとか、地上戦が行われたりとか、もう連日ニュースで報道されるモスルの映像を見ていたので、今ね、もちろんその解放されてから8年近く経っているとはいえ、そのモスルに今自分が向かっている、ニュースでずっと見ていたモスルに今自分が向かっているというのがなんかすごく不思議な気持ちですね。視聴者の皆さんも、イスラム国とかモスルとか、おそらくニュースを通じて聞いたことある方もね、多いんじゃないかなというふうに思いますけれども、そのニュースだとどうしても断片的にしか伝わらないので、今回のこのモスルの何回かにわたってモスルの実情をお届けしてますけれども、この現地をありのまま伝える動画をご覧いただいて、モスルで何が起きていたのか、そして戦争が終わった後もモスルではどういった課題が残っているのか、現地の人たちはどういう暮らしをしているのか、そういったところをですね、ぜひご覧いただけたらなと思います。今ですね、クルド側の検問所を通過しているところです。わかんないですけど、クルド側の方が比較的スムーズに取れるのかな。今、兵士の方とですね、ドライバーが挨拶をして、意外とすんなりと通ることができました。検問所はね、映すことができないので、下から撮影しましたけれども。今、クルド側の検問所は越えましたので、次がモスル側の検問所かな。こっち側が結構ね、厳しいみたいなんで、車を降りたりする必要もあるみたいですけれども、少しだけでも撮影ができればなと思います。ここにはすごい大型トラックがたくさん止まっていますね。荷物を輸送していると思われるトラックがたくさん止まっていますね。この先に検問所があるんじゃないかなというふうに思います。それにしてもすごい数ですね。どこまでもトラックが続いています。検問所を通るのを待っているトラックの列がね、すごいんで、乗用車は全部道から出て砂ぼこりを上げながら検問所に向かっています。検問所、見えましたね。ちょっとね、検問所は撮影がダメなんで、一旦カメラを下ろしてまた検問所抜けたら回そうと思います。私たちの前方に3台車が止まっていて、1台1台ですね、銃を携帯した一旦カメラを止めます。Assalamualaikum. Yabani. So we get up? No. Okay. First you go. If I need, I will call. Okay. 映像は撮ることができないんですけれども、後ろのトランクケースを開けられて荷物を全部調べられています。スーツケースの中何が入ってんのっていう風に聞かれてます。ものすごい軍人の方が多いですね。一緒にいる高藤直子さんはパスポートを見られて何回もモスルに入っているということを言われたみたいです。通訳の方はなんか家族情報とかもなんかもう知られているらしくて、いわゆる秘密警察って言われるんです。いわゆる諜報機関ですよね。本当にありとあらゆる情報を把握しているみたいなんで、私もちょっと YouTuber ってことがバレてないかなちょっと心配ですけれども、今ちょっとね、イラクで有名になりつつあるので、次は褒められるかもしれない動画見たぞとかって言うんですけどね、チャンネル登録してるぞとかってちょっと緊張しましたけども、無事にこれでアラブ側ですね、イラク連邦政府側、ニナワ県入りました。はい、ニナワ県、無事に検問を終えてモスル側の方に入ってきました。でもやっぱりね、軍人の数がすごく多くて検問所はちょっとね緊張しました。だいぶ暗くなってきましたけれども、このままモスルの中心地に向かっていきたいと思います。頑張るぞい。今ですね、モスルの中心地の方に向かって走ってるんですけれども、ちょっと今のところうまく撮影ができてないんですが、街中をですね走っていると、イラクの国旗とあともう一個旗がですね揺らめいていることが多くて、先ほどの検問でもその光景を見たんですけれども、もう一個の旗がハシェッド・シャービーというシーア派の
いくつかの民兵組織が合体してできた、今はもう正規の組織になっているのかな、その治安をコントロールする、いわゆるセキュリティコントロールをやる治安部隊というのがあって、それはシリア派系の組織みたいなんですけれども、先ほどの検問所でもトランプ大統領によって殺害されたイランのスレイマニ将軍の肖像画があったりとか、この街中のね、その先ほど言ったこの旗の様子とか、肖像画で掲げられているシリア派の偉い人とか、そういうところからですね、シリア派の影響が非常に強く入っているということを実感します。だんだんとモスルの街の中に入ってきました。今ね、撮影しているのが夜の7時半ぐらいで、日がね完全に沈んでしまったので、かなり暗くなってきたんですけれども、ただですね、この、幹線道路なのかな、幹線道路沿いには一応街灯はたくさんついていますね。ただね、モスル奪還作戦の時にこのモスルという街は空爆であるとか、戦闘であるとか、そういったことで本当に街の大部分が、破壊をされてしまったので、そこから復興して新しい建物も、多いそうです。今まで言っていたバグダッドとか、先ほど前滞在していたドホークと比べると、これは私の予想ですけれども、高層ビルのようなものは相対的に少ないんじゃないかなというふうに予想されます。実際のところはね、現在の街の様子はどうなのか、今日ねもう遅くなってしまったので、あまり街の様子を撮影することができませんが、また明日以降、おそらく動画ではね、次の動画になると思いますけれども、モスルの街の様子もじっくり皆さんと一緒に見ていきたいと思いますので、もしねチャンネル登録まだされていない方がいらっしゃいましたら、これを機にチャンネル登録していただけると嬉しいです。このまま街の中心地に向かって、そして、今日はですね、夜ホテルでゆっくり休もうと思います。でもこの辺りは結構ね綺麗ですね。はい、だんだんと中心地に入ってきてるのかな。はい、いろんなお店があって、全てねアラビア語の表記ですけれども、いろんなお店があります。コンビニのようなお店であるとか、工具店かな、家具とか売っているような店がありますね。女性も、はい、黒いムスリムのね肌を隠すものをまとっている方が、ほとんどですけれども、女性もね街を歩いている様子を見かけます。今ちょっと映像にはね映ってないと思うんですけど、この左側にはかつてサダム・フセイン大統領がねイラクを統治していた時代のサダムパレス、サダム・フセイン大統領の宮殿かながあるそうです。ただね、この辺りもかつてイラク戦争の時に、空爆をされて、その跡がね今も残っているみたいなんですけれども、今はすごい塀があってね、中をあんまり見ることができないですね。今ねホテルに向かって走ってるんですけど、すごい大きいですね。高層ビルみたいなものはねほとんど見てないんですけれども、ここも高速道路なのかな、ちょっとよくわかんないんですけれども、すごく大きな3車線の道、片側3車線、向こう側も3車線走ってますね。大きい街で、さすがイラク第2の都市と言われるほどの大きさですね。物売りを子供たちがしてますね。水を売っている子供たちがいます。はい、子供が水を、アサラムアライクン、子供たちが水を売ってきました。What did he say? I love you, all of you. おー、OK。みんな愛してるよって急にみんな愛してるよって言ってくれましたね。はい、いやなんかからかわれてるのかなとか思ったんですけど、愛されててよかったです。迷ってるらしいんですけれどもこのままホテルに向かっていきます、何回か言ってる気がしますね。一体いつになったら到着するのか。はい、来た道を今間違えたの、一本道を間違えたみたいですね。はい、街がでかいからなかなか、でもこの景色すごいですね。メソポタミア文明を育んだティグリス川を渡りながら、今度こそホテルに向かいたいと思います。
先ほどからですね5分ほど経ったんですけれども、我々は未だにずっと同じ場所をぐるぐる回っております。はい、また道を間違えてしまったそうです。まあね、多分その一つの原因がこれ Google マップなんですけれども、こんな感じで四つ葉のクローバーみたいな面白い形をしている環状線があってね、この辺りでねちょっとなんかどっかでやっぱ道を間違えちゃうことが多いのかもしれないですね。まさかねモスルに到着してからずっと同じ景色を見ることになるとは思わなかったんですけれども、はい、なんとか我々はねここから脱却して、無事にホテルに到着できるのか、 N 回目ですけれども無事にホテルに到着できることを祈ります。はい、ということで我々はまたティグリス川を渡っています。大昔の人はこの川を渡るのにねすごいたくさん苦労していたのに、一体我々はこの10分で何回このティグリス川を渡るんでしょうか。何度この景色を見てきたか。普段はねこの高藤さんがこのモスルに来るときモスルのことをよく知ってるドライバーの方にお願いするみたいなんですけれども、今回ちょっとね僕がいる関係でね結構僕機材とかすごい持ち歩いてるんで、スーツケース2個あったりとか、はい、すごい荷物が多いので、今回だけタクシーのね運転手をハイヤーして、大きい車をハイヤーしてね来てるんですけれども、その方がモスルの方ではないみたいで、あんまり詳しくないみたいなんで、その関係でちょっとね迷ってしまっているみたいです。イラク人と言ってもクルド自治区の方、そしてイラク連邦政府のモスルの地理化もだいぶ変わるということで、とりあえず街の中にはね入ってこれたんで、もう少しなんじゃないかな。頑張ってホテル目指します。はい、ということで無事にですねホテルというか今回コテージに泊まってるんですけれども、クルド人自治区のドホークから約2時間かけてイラクの第2の都市北部にあるモスルに到着しました。ここに来るまではねかつてイスラム国に支配を受けていた街って聞くとすごいちょっと怖いイメージを持っていたんですけれども、この8年でねすごい復興をしたのか、非常に街の中はね発展している印象を覚えました。ただねこのモスルに関してもイスラム国の支配を受けていた頃の名残が残っている地域もどうやらあるみたいですので、現在モスルではどのような生活が行われているのか、そしてイスラム国に支配されていた時代どういったことがここで起きていたのかなどは明日以降の取材で詳しく見ていきたいと思いますので、もしねチャンネル登録まだお済みでないという方がいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録よろしくお願いいたします。今回の動画で何か一つでも新しい学びがあったという方、ぜひね高評価ボタンを押してくれるとこのイラク取材の励みになりますので、ぜひ高評価ボタンもよろしくお願いします。ハラカンタの海外取材はハラカンタを応援するサポーターズクラブの皆様のご支援によって成り立っています。皆様が応援してくださるからこそこうやってイラクの取材をすることができています。もしハラカンタの活動に共感してくださり YouTube 活動を応援してくださるという方がいらっしゃいましたら、ご無理のない範囲で構いません。ぜひ概要欄のリンクからサポーターズクラブのホームページご覧になってみてください。皆様の応援よろしくお願いいたします。ということで今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。